オス、日進月歩、塩田正宏です。先生、おっす。オス。で、なんか、チャンネルの方向性というか、はやっぱりこう、昔の方々の考えや研究っていうのは、なかなか表に出てない部分があるじゃないですか。はい。で、僕のチャンネルではそういった、その研究を発表して、その世界にも届けたいっていう思いもありますし、また合気道は心だ、まあ身体操作だけじゃなくて心の部分も鍛えなくちゃいけないっていうところがあるので、そうですね。まあそういったのを、その合気道という観点からももちろんそうですけども、まあ、別の伝統的な、まあ、武道、武芸であったりとか、そういったところからもちょっと学ぶチャンネルにしていってるんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。なので今までこう安江先生の考えであったり、で岡本先生の考えを、まあ、お伝えできればなと思っていて、でお二人の考えももうなんか一番弟子とかいるんですよ。もう俺の後はこの人だからっていう人が、まあ、さっきもね、言ってましたよね。いらっしゃいましたね。でもやっぱその本人がね、すみません、存命の時に、やっぱお話できて、ここで発表することがちょっと僕の役目だともちょっと思っているので。いやー、本当ありがたいです。はい。で、今回はですね、はそれとは別に、まあ、握手の技ってなんか、エンタメ系で結構流行ってるじゃないですか。合気道家といえば、握手って、やっぱまあ、グラップラーバキの影響なんでしょうけど。そうですね。はい。漫画の渋川豪樹が握手で技をかけるっていう。はい、めちゃくちゃでかいアメリカ人に握手でガチンってやるっていうのがやっぱ印象的だったんで。そうですよね。で、その解釈もいろいろ見てるとみんな違う解釈をこうされているんですよね。そうなんですね。そうですね。もう全部が全部正しいと思いますけども、全部まあ違うね、いろいろな意見の感じなので、いろんな人の意見を聞くことはやっぱ大事だと思います。それで自分に合った形というか、まあ相手が嫌がらないとか、その合気道のところと照らし合わせて正しいものをまあ選んでいくべきだと思うんですけども、で、岡本先生もですね、まあ握手の技を、まあ研究されていて、で、いろんなやり方があって、そのいろんなやり方をこう説明してくださるっていうことなんで、もういろんなやり方を把握されてるんですね。そうですね。なのでまたそこをさ、そのどの筋肉を使ったらいいかっていう詳しいじゃないですか。そうですね。なんかそこを今日お聞きできればなと。いや、いいっすね。なんか一番簡単なやり方とか教えてもらえたらなんか楽しくできそうですけどね、スッと。そうですね。合気道とか武道やってない人でもこう、すぐできますよっていうものがね。まあ、ね、お聞きできればね。いやー、マジで知っててほしいな、そういうの。ちょっと岡本先生のマニアックなものをお届けしてましたけど、今回握手、もう握手して崩すにはどうしたらいいか。なるほど。まあ、そこを聞いていけたらなと思っております。はい、お願いいたします。お願いします。今 YouTube で結構先生は握手で崩す技が結構流行ってるんですけども、それってなんか漫画で渋川グラップラーバキのキャラクターの渋川豪樹、塩田豪がモデルになってるものなんですけども、それを解釈して皆さんなんか発表されていて、いろいろな解釈があるんですよね。で、岡本先生の解釈を聞きたいなと思って。もう準備をすごいされるんですもうはい早いな早い。いくつか方法があります。相手の人差し指のここの指骨、指骨、ここからここまで骨、手のひらの部分に、それだけですか？ここで、なるほど。起き上がれねえな。何なんだろうな。あとこういうのもありますね。おお。よくありがちです。相手がしっかり踏ん張ってるとかかります。ほう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 要するにこことここの分だとか、一点に飛んでくる。一番弱いのは手のひらの中で一番弱いのはここです。ここの部分が疑似合気をかけるのが一番簡単です。この場所だとね、あんまりかかんないんですよ。かからないことはないけれど、かかりにくい。でもここは
だから合気の感覚を体験させてあげるのに、はい、手出してごらん。ここをパンと掴むと、これ簡単ですね。そこを攻める。当たります。親指のここの付け根がちょうど当たるんで、はい、へえ、これは面白いですね。だけども、そうですね。左手の方でしょ。つまり力とかスピードの世界ではない。ゆっくりかかるよね。そうですね。これゆっくりでもかかりますね。多分。で、グラップラーバキーで、シューター豪輝がやってるのはこの世界です。ドスンの世界じゃないんですよ。そうなんですね。握りもしないで、はい、こっちか。いや、ちょっともう分かんないな。なんでだろうな。よくないです。ここからここまで。手根骨からここの関節のこの間のここが一番弱いんですよ。今こっちと押さえてるだけですか？こっちの腕からではなかったですよね。すごい。じゃあこれすごっ。これめちゃくちゃ分かりやすいっすね。わ、これすごい。ダメでしょ。これはすごいっす。いきなりダメだ。これすごい。手ほどきの技術の中にあります。わ、すごい。これ合気っぽいな。これなんすかね。こう2か条に持っていくみたいな。充実の触れ合いです。これ特殊なことをされてるんですか？ちょっと爪楊枝でいいです。なるほど。別に。すごい。もうここを押さえるだけってことですよね。そこを押さえられると。面白い。だから挟むよりも乗っけた方がいいです。なるほど。乗っけるだけ。これめちゃくちゃ即戦でなんかね。そうですね。これですごい楽しいし、なんか合気道してない人でもなんか試せるんじゃないかなっていうところがありますね。めちゃくちゃ要はこんなとこ掴まなくても、ここを押さえさえすれば、大体ここら辺までコントロール。なるほど、つながって。わ、めちゃくちゃいいこと教えてもらいましたね。そうですね、なんか。ね、なんですか。グラップリング。なるほど。なるほど。親指で。そうだ、操作して。なるほど。その後は違うんだ。これで壊して、その後は。こっちでまたやってるんですか？そう。だから別にここだけのどこでもいいんですよ。そういうわけではなくて。ここもダメだし、ここもダメだし。なるほど。どっち側もダメなんだ。コロンコロン言ってる。だから、ここも、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいんです。名前なんでしたっけ、こちらの？中手骨です。中の手の骨、中手骨。中手骨。中の手の骨です。中手骨を攻めれば、そしたら皆さん合気技人差し指だけですよ。他のところもできないことはないんですが、かかりが悪いんです。ここはすごいですね。いや、めちゃくちゃ勉強になりました。だから、握られます。握ります。ここをヒート攻めてます。なるほどな。なるほどな。内側から横から内側と横で攻めてます。ね。全部攻めそうだ。内側から攻め、横から攻め。
まり朝顔っていうのは、はい、それをやってる、内側から攻めて、はい、内側から攻めて斜め横から攻めてる、ああなるほど、そこになるほど。でそれを一番簡単に説明すると、相手の指示根、要するに人差し指の付け根のここの関節をひょいと攻めると、効くんですね。簡単におだからこれは充実なんです。はあ。人差し指の付け根、小指の先、はい、手首。それ3点を攻めている。はい。はあ。人差し指の付け根、小指の先、手首。これで簡単。だから上がるのは当たり前なんでね。理屈を分かれば、大体1日でも。なるほど。すごい。めっちゃ合気上げですもんね。だから合気上げじゃないです、上げてるんですよ。こんなので10年も20年も高ずり合ってると、なるほど。1日上げできる。まあそれは大げさにしてもね。一応鶴山先生の時代は、1泊2日の充実30分体験稽古の上抜けると初段をもらえるんですが、その時に口伝をいくつかもらう中に朝顔が入ってます。へえ、面白いですね。充実の一応卒業証書、基本の卒業証書。1泊2日でも習得できたってことですか。はあ。で、小さんのお弟子さんにどうでしたか、理屈はって。痛かった。痛かった。痛いんですね。痛かっただけ。だから手の内は痛かったって。じゃあ何を3人ぐらい聞いたんだけどね、みんなね痛かったしか感想が出てこない。じゃあちょっと違ったんじゃないかってことですか。どうですか。じゃなくて1泊2日でみんな忘れたって。そうなんですね。私の講座でだいたい3日経つと半分消えて、1週間経つとみんな消えるんですよ。なるほど。みんな忘れて何やったっけって。教わった日の夜分かんなくなっちゃう。浅田君なんかずっと、ビデオ撮ってるんですが、3年寝かせて熟成させて、3年経ったら見るんだそうです。それビデオを寝かせる意味っていうのはどういうことなんですか。その間に熟成させるんですよ。勝手にで答え合わせというか、やっぱこうなんだみたいな。へえ。3年前に全部教わってましたね。だから言ってることは毎回教えてるよっていう。なるほど。でも3年熟成しないと、自分でっていうのがない。なるほど。バッて自分の身になってならないっていう。面白い。で、充実の技術と合気の術の技術とあるんですけれども、使うパーツが違うだけで基本的な根本原理は同じです。とはいえ握らせる稽古をしてるとこれはできるようになるんだけれども、これはできないよね。それはまた違う、けど違うくはないですよね。全部同じ。作ってる力のパターンは、使うパーツが違う。みんな筋肉でこの形を作る。私は白い部分でしか。なるほど。筋を作らない。筋と骨。筋と靭帯と骨。で、骨は全部つながってますから、そうですね。これを筋肉でやっちゃうと、ここで筋肉で朝顔でギュッとやっちゃうと、ここの力伝わらない。ここを白い部分でつながっといて、なるほど。先生の体全体を使ってるっていう。そうです。端から端まで。なるほど。それは当然重いよねっていう。面白い。隠し技ってそういう感じですね。ここを攻める。でもっと言うと、ここから言い出すと気になっちゃうんですけど。これは何が起きてますか。当てません。当てずにつまり上島王が晩年やってた。当たってるところは必要なんですけど、気を流して。
で切手なんですか、人体と腱の収縮です。それをドミノ倒しのようにやってる。なるほど。だから表面上は見えないんだけども、中で動いててそれが伝わっていってる。うわ。腱はある程度伸びます。ね、こうやってやれる。こうやってやります。でも人体って骨と骨とを継いでいる組織ですから、基本的に1ミリか2ミリしか収縮しないんです。そんな動かない。それを5ミリぐらい収縮させることができるようになるとこれができるよね。へえ。これは身体操作、自分の問題ってことですよね。なるほど、なるほど。相手にエネルギーを放り込まなきゃいけないんですけど、筋肉でやると相手はブロックできる。でもこれを人体の収縮だけです。なるほどな。なるほどな。なんだろうな。相手の体は反応せざるを得ないんです。単細胞生物の時代からちょんとつつくと単細胞生物がよいしょ逃げるでしょ。細胞がこうちょんとつつかれるとひょっと逃げます。反応です。防御反射です。確かに防御反射な感じはしますね。もうだから人体がふっと触れてさっきの ET の話なんですけど、体中のいろんな部分が防御反射を起こして、でこれって誤作動ですよね、この反応自体。僕は何もしてるわけじゃなくて、でも相手は攻撃をされたっていうふうに思い込んでるんです。その攻撃を逃げるためにいろいろやってる。ちょこちょこやられてますよね、今ね。すごいな。なるほど。で人間の体っていうのは大脳皮質の部分じゃなくて海脳の魚の脳とか両生類あたりの脳は上の言うこと聞かないんですよ。馬の言うことなんか聞かない。俺はバランス取るので精一杯なんだ。相手にちょっとつつかれてるから逃げなきゃと思って戦うか逃げるかの脳みその部分が刺激されてるっていう。そういうことですね。動物って警戒、闘争、反撃、擁護です。まず草食動物のように警戒をします。次に闘争に移ります。でそのともう窮鼠猫を噛むでしょうがないと思ったら反撃に出る。なるほど。それでもダメだと思ったら擁護するんです。固まる。焼死体の中でどうやら煙に巻かれたんじゃなくて、焼かれて死んだっていう焼死体はみんな部屋の隅に行って擁護してます。そこら辺に焼けてこんなになってるのは先に煙を吸っちゃってのパターンですけど、失神が最初。意識を保ってると四隅に逃げ込んで火からこれで背中が焼けて死んじゃうんですよ。なるほど。生き物ってそういうもんだよっていう。だから嫌だと言っても体は反応するんです。仕事はしてますよ。そうですよね。ただ仕事をしてるように見えない。見えないっていう。でこれをね気だって説明するととっても楽になるんですよ。私に10年ついていれば気が分かるやつ。分かんねえよ。なるほど。ちゃんと説明していただけるっていうことですね。いやめちゃくちゃ勉強になったっすわ。そうですね。なんか握手技からめちゃくちゃコアな。いや本当に、みんなが流行ってるその握手技から本当指 ET で崩してましたもんね。ですごいこう分かりやすいここが弱いんだよっていうのもね、すごい教えていただけて。そうですね。分かりやすい。そうですね。やってない方でも分かる技だと思うので、ぜひ皆さん試してみてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。